ソニーセミコンダクタソリューションズがスマートフォンのカメラで明暗差の大きな景色を写す方法を根本から入れ替えました。2026年6月に商品化が発表されたイメージセンサーライティア L900C はシャッターを1回切るだけで眩しい光も濃い影も1枚に収めます。どこまでの明暗差を1枚に収められるかを示す指標をダイナミックレンジと呼びますが、L910 は100デシベル。明るさの比にしておよそ10万倍の開きです。これまでのカメラはこの幅を稼ぐために明るさの違う写真を何枚も重ね合わせてきました。前の世代にあたるライティア828も100デシベル以上に届いていましたが、そちらは複数回の録音を必要としていました。撮る回数を減らせば写せる明暗の幅は普通狭くなります。ところが L910 は幅を狭めないまま回数だけを削りました。回数を削っても狭まらなかったこの余裕はどこから出てきたのでしょうか。余裕の出どころは2箇所あります。光を受け止める器の大きさと溜まった電気の読み方。多重露光と単一露光を分けているのもこの2つでした。光を受け止める器にあたるのはイメージセンサーの表面に並ぶフォトダイオードという小さな受光素子です。ライティア L910 の有効画素数は約5000万画素。一つの画素の大きさは 1.22 マイクロメートル四方。それぞれの画素は届いた光を電気の粒に変えて溜め込み、溜まった量がその1点の明るさになります。ここで立ちはだかるのが逃れられない上限。一つの画素が溜め込める電気の量には限りがあり、これを飽和電荷量と呼びます。画素が上限まで溜まると、それより明るい光が来ても全て同じいっぱいとしか記録されません。夜景に浮かぶ看板の光がのってりした白い塊に潰れてしまう。これが白飛びの正体です。コップに水を注ぐと口まで来たところで溢れるのと同じようなイメージですね。この課題に対して技術者たちは1回で無理なら回数を重ねて稼ぐという道を選んできました。明るいところに合わせて短く撮り、暗いところに合わせて長く撮り、後から構成する。裏を返せば複数回の録音には代償がついて回りました。撮る瞬間はずれるため動いている被写体はブレやすくなる。このブレを避けて1回で撮り切るには器と読み方の2つを変えるしかありません。1つ目は器そのものを大きくすること。ノーフィック、日本語で横型オーバーフロー蓄積容量と呼ばれる構造。L910 の画素はフォトダイオードから溢れた電荷を捨てずに中に用意したもう一つの蓄積容量へ逃がして溜めておきます。コップの下に受け皿を敷けば溢れた水も残さず取っておけますよね。標準的な画素は4つのトランジスタで組まれますが、ロフィックではそこに電荷を逃がすゲートと受け止める蓄積容量が足されます。この構造によって L910 の飽和電荷量は前の世代のライティア828と比べて約10倍に広がりました。ロフィックという構造自体は車載カメラや監視カメラの分野と学術研究で長く積み上げられてきた技術。同社自身も2026年3月にセキュリティカメラ向けの 4K センサー IMX908 でノフィック画素を採用し、単一露光で96デシベルを実現したと発表しました。その時同社が業界最小と呼んだロフィック画素は 1.45 マイクロメートル四方。L910 はその構造をさらに細かい 1.22 マイクロメートルの画素へ収め直しています。しかし器を広げるだけでは明るい側の余裕は増えても暗い側や中間の滑らかさまでは届きませんよね。2つ目の余裕の出どころは溜まった電荷の読み方。L910 で採用したのは TCG-HDR トリプルコンバージョンゲイン HDR と呼ばれる技術です。1回の録音データ電荷を低中高の3種類の変換効率で読み出して構成。
変換効率とは、溜まった電荷を電圧に読み替える時のメモリの細かさのことです。大量の電荷は粗いメモリで、わずかな電荷は細かいメモリで読む。同じ1回分の中身を3つのメモリで読み直すわけです。前の世代のライキア828ら使っていたのは、2種類の変換効率で撮った画像を合成する ECG-HDR でした。LQ110 はそこに明るい部分と暗い部分の間にあたる中間階調向けの変換効率を一つ足しています。足りなかったのは明るくも暗くもない一番目につく部分。加えて LQ110 は電荷を電圧に変える効率そのものを高める UHCG という回路技術も搭載。この回路によってランダムノイズを従来品比で約 30% 低減したと同社は発表しています。器を広げ、メモリを3つに増やして、シャッターを1回切るだけで100デシベル。複数回の録音をやめたことで、動く被写体のブレは抑えられました。しかも、1回で済む分、その1回に長く時間をかけられるようにもなりました。光を長く集めれば、雑音に対する信号の強さ、つまり SN 比は上がり、照明のちらつきも抑えられます。さらに、同社は独自の回路設計と先端プロセスでアナログとデジタルの変換処理を効率化し、HDR 動作時の消費電力も抑えました。その結果、100デシベルを保ったまま 4K 映像を毎秒60フレームで撮れるようになったのです。ただし、この器にも代償があります。画素ごとに蓄積容量を出せば、その分だけ回路の面積を余分に使います。通常の CMOS イメージセンサーよりチップの面積も製造コストも増える。まして 1.22 マイクロメートルという狭さで、その面積をどこから開けるか。2025年10月には立命館大学とブリルニクスの研究チームが3種類のゲインを扱うロヒック向けの読み出し回路で面積の増加を 7.6% に抑えたと学術誌へ報告。面積はそれだけ細かい単位で争われています。では、この惜しい面積をあえて余分に使う選択はどんな製品なら割に合うのでしょうか。割に合う製品は2026年の時点では限られています。ライキア LQ110 はハイエンドスマートフォンのフラッグシップモデルを中心に展開する予定。すでに採用が決まった端末もあるとされ、量産出荷は2026年夏に始まる見込みです。これまでは夜の街で明るい看板を背にした人物へスマートフォンを向けると、看板が白い塊に潰れるか、人物が影に沈むかでした。100デシベルのまま 4K で回せる LQ110 なら、その1本を撮り直しなしで持ち帰れます。撮影前のプレビュー映像でも HDR の画質を確認でき、ユーザーが見た映像をそのまま記録すると、同社は述べています。動画制作やライブ配信が当たり前になった市場で、買う人が確かめるのは、センサーの型番ではなく、撮れた映像の方ですよね。スマートフォンの基本性能が横並びに近づく中で、写りの良さは高い値付けを納得させる数少ない差になってきたと考えられます。ソニーセミコンダクタソリューションズ自身が挙げる成長の理由も、1台に複数のカメラを載せる多眼化とセンサーの大盤化。カメラ領域全体の市場は横ばいでも、高付加価値の市場は伸びているのです。ソニーグループのイメージング&センシングソリューション分野の2024年度業績は、売上高1兆7990億円で、営業利益とともに過去最高でした。もっとも、ロフィックを積んだモバイル向けセンサーで先に市場へ出たのは、ソニーセミコンダクタソリューションズではありませんでした。オムニビジョンとシャオミが共同開発したライトフュージョン 1050L は、2026年6月の時点ですでにハイエンド機シャオミ17ウルトラのメインカメラに載っています。中国のハイエンド市場は、ソニーセミコンダクタソリューションズがシェアを伸ばせなかった場所。イメージセンサーの金額シェアは、2024年の実績で 53%。しかし、
2025年に 60% という目標は数年後ろ倒しになりました。同社が理由に挙げたのは、主要顧客の販売が想定に届かなかったことと、中国のハイエンド領域での競争激化です。同じロフィック型は、各社とも2026年末から2028年に投入が集中する見通し。サムスンは2億画素級のモジュールを2026年後半から2027年初頭を目標に開発中。アップルの自社開発品は2028年の iPhone に初めて乗ると報じられています。どの計画も設計図だけで形になるわけではありません。ソニーセミコンダクタソリューションズのセンサーにも土台になるシリコンウェハーがあり、チップを薄く削って切り分ける装置があり、出荷前に一つずつ確かめる検査装置があります。取引先は公表されていないものの、シリコンウェハーでは信越化学工業とサムコの2社が世界のおよそ6割を占めるとされます。削って切り分ける後工程ではディスコは7割から8割のシェア。検査ではウィンテストが携帯電話向けの CMOS イメージセンサーをウェハーの段階から出荷前まで手掛けています。画素ごとに蓄積容量を足せば1枚のウェハーから取れるチップの数は減りますよね。面積を余分に使う技術ほど工場に投じた資金の回収は重くなるため、どこに工場を建てるかという点もそのまま採算の問題になります。経済産業省は2026年4月、ソニーグループが熊本県合志市で建設を進める最先端のイメージセンサー工場に最大600億円を助成すると発表。半導体は途絶えると国民生活や経済活動に響く品目として経済安全保障推進法が指定する特定重要物資で、助成の狙いもその安定供給の確保にあります。工場を建てているのはソニーグループ傘下のソニーセミコンダクタマニファクチャリング。投資総額は1800億円。生産能力は月に1万枚規模。供給開始の目標は2029年5月です。国が費用の一部を持てば、面積を食う構造でも国内で作るという判断が通りやすくなりますよね。そして装置と材料の需要も同じ場所へ寄っていく。ウェハーを洗う装置やチップを重ねて接合する装置を手掛ける東京エレクトロン九州は本社が同じ熊本県合志市にあります。センサーを作る工場とそれを作る装置の開発拠点が同じ市内に並ぶ。両社の取引は公表されていませんが、産業の集積というものはこういう形で輪郭を持ちます。イメージセンサーの優劣は長い間画素数という分かりやすい数字で語られてきました。そこへ明暗をどこまで1枚に収められるかという軸が前に出てきています。画素数と違ってこの軸の差は同じ場面を問い比べないと見えません。開発に長い時間と大きな投資を要する軸へ移るほど事業は資金力のある上位企業へ集約されると見られます。画素数で築いてきた序列を明暗の幅がもう一度測り直す。その物差しの上でソニーセミコンダクタソリューションズが差し出したのは露光1回という答えでした。最後に今日のポイントを3つに整理します。1つ目は器を広げてメモリを増やしたこと。ロフィックで溢れた電荷を受け止める容量を足し、飽和電荷量を前の世代の約10倍に広げた上で1回分の電荷を TCG/HDR の3種類の変換効率で読み分ける。この2段階前で露光1回のまま100デシベルに届きました。2つ目は消えたのは回数だけではないということ。露光を1回にまとめ、その1回に長く時間をかけられるようになったことで動く被写体のブレ、映像に乗る雑音、照明のちらつきが同時に軽くなりました。3つ目は面積というコストが行き先を決めること。画素ごとに容量を足す以上、チップの面積も製造コストも増えます。搭載先は必然的にフラッグシップ機に絞られます。次の工場には半導体の安定供給を狙って国の助成が入りました。
モバイル向けのロヒック搭載品では、オムニビジョンとシャオミの製品が先に世へ出ており、サムスンとアップルも2028年までに続く見通しです。金額しやすいのソニーセミコンダクタソリューションズにとって、これからの数年は周囲の幅がそのまま試される時間になります。皆さんはスマートフォンのカメラの良し悪しをどのように判断しますか？画素数か、暗いところでの強さか、それとも明暗が入り混じる場面での粘りか。ぜひ皆さんの選び方をコメント欄で聞かせてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。